慢しよう。願い事は一つだけです。起きた時より10倍顔が腫れていた。家でも動かない。せーの、チューよろしくお願いいたします。ということで、11月16日になにわ男子の新曲「ハッピーサプライズ」がリリースされます。はい、サードシングルでございますけど、ハッピーサプライズどういった曲になってるでしょうか。はい、本当に初めてのウィンターソングということで、いいね、すごく爽やかで、なにわ男子らしい、可愛らしいね、心が温まる冬のラブソングなんで、最後、はい、そんな新曲のハッピーサプライズにちなんだ企画を行いたいと思います。題して、あたかもハッピーサプライズ小説。はい、皆さんルールをねご説明お願いします。数字の書かれたくじを引いて順番に並びたいと思います。はい、一番にな。あたかも小説を読んでいるように白紙の本を持ち、1番の人から即興で話を作って次の人にパスして物語をつないでいきたいと思います。ただ物語を完成させるのではなく、7人のどこかにハッピーサプライズを入れなくてはいけません。最後の人がハッピーサプライズやとしたら、最後にハッピーサプライズな結末で終わらせないといけない。内容はですね、まあ小説っぽいものを目指していきましょう。やっぱ小説なので、あたかも小説ってね。いいんですか？例えば、その日、朝から雨だった。おいいね。僕は普段歩かない道を歩いていた。すると、その時。で、次の人に本を渡す。こう今のようにこう接続詞で終わってつなげるのもいいですし、一回文章を終わらせてつなげるのもありです。なるほど。まあだからとにかくなんといってもいいパスをこう回さないといけない。そうやな。なるほど。思いやりが大事やね。さあ、ファーストチャレンジはですね、7人目、最後の人にハッピーサプライズを入れ込んでいただきたいと思います。はい。順番を決めるではくじしましょうか。はい。だから即興でね物語を作っていきますが、大きな全体的なテーマがございます。テーマ。ファーストチャレンジのテーマはですね、新曲のハッピーサプライズの歌詞の中からスマイルで参りたいと思います。スマイル。それでは参りましょう。7人目であたかもハッピーサプライズを入れ込んだあたかもハッピーサプライズ小説スタート。我が輩は犬である。名前はまだない。だから今名前をつけてくれる飼い主を探し中だ。あ、誰か来た。誰か来た。サトシだ。サトシ来た。サトシ来たよ。サトシ来たよ。待って、サトシが僕に話しかけてきた。君を仲間に入れたい。このボールに入ってくれるかな。まだわからないがボールに入ってみよう。どう？待てい！名前をつけてくれ。犬がそう言った。するとサトシはピカと名付けた。今度は足がすごく長い背の高いおじいさんがやってきた。スタイルいいおじさん。するとそのおじさんはサトシに名前をつけてくれと言っていた。お前だけだぞ今笑ってる。ちょっとわからないできたぞ。するとサトシはこう言った。君の名前はマサシ。サトシはマサシと大きな声で叫んだ。するとピカが小さな声でこう訴えた。サトシ、このままじゃ間に合わねえぜ。マサシは何のことですかと言った。おそらく今から行くところがあるのだろう。そう言ってみんなで一致団結してある場所に行った。そのある場所というのは
ハワイ島サトシとマサシはハワイ島でバカンスをし、ピカだけがハワイ島を探索した。そしてピカはある宝を見つけたのだった。その宝とは大喜利みたいな。すごいすごい。スマイルスマイル入れてる。スマイル。雷の石だった。雷の石を天に捧げて、そしたら体がめきめきと大きくなり、でかさはなんと東京タワー。見た目はピカじゃなくライになった。そしてライは武蔵と出てきた。サトシを抱え、武蔵が武蔵になった。武蔵とサトシを抱え、ハワイ島を出た。そして待ち合わせをしていたあの人のところへと向かっていった。そのところは誰が待っていたのか。また最後に登場人物出てくる。待っていたのはユキコだったサトシは思った。ここはハワイなのになぜユキと名前が付けられた子がいるのか。その話を聞くと、私は日本で生まれました。地元が同じ日本ということを知り、みんなでロコモコ丼を作ろうと店を開くことにした。そして日本のみんなにハッピーサプライズとしてロコモコ丼を日本に広めたのであった。おしまい。待って、何出てくるんだ最後にさ、スマイル要素あんまなかったけど、一番スマイルやったのは俺らやでな。今そういうことだからこいつの振りもなんか大喜利みたいじゃない。だからとは。まあ今のはね、うまいことをハッピーサプライズ持っていけたかなと思うので、ギリね。ギリ。もうちょっと綺麗な感じで。そうそうそう。なるほどね。さあ、それではセカンドチャレンジに参りましょう。先ほどもですね、7人目でハッピーサプライズを入れ込みましたが、今回は7人目以外にもう2箇所ハッピーサプライズを入れていただきたいと思います。じゃあ席順決めていきましょうか。オッケー。それでは参りましょう。セカンドチャレンジ、あたかもハッピーサプライズ小説スタート。ブー。このブザーとともにミュージカルが始まった。嫌な予感した。ブーまではなんかないい感じだったのに。さあ、テーマは白鳥の水たまり。飛ばしすぎやねマジで一発目くらい。まず登場したのは死んだね。登場したのはダニエルだった。ダニエルとはこの水たまりに住む少年、そしてそのダニエルの父パパエルがさあ昼飯だぞとなんか号令を浴びせてきた。そして親子は家に帰り昼飯を食べた。そうするとまた喋るまた喋るこいつ全然くれない。ダニエルはパパエル見てと言うと、そこにはダチョウがいる。サプライズチャンス。白鳥じゃない。ダニエルがそう言うとパパエルがダニエル、俺は白鳥と言ってね、すごく綺麗な鳥なんだ。そして月日は10年。もうすごく友達になった。もうすごく友達になる。おしまいおしまい。この物語が終わると一斉に会場のダニエルの役だったサトシと
パパエルの役の武蔵が公演を終えて会場へ出た。出た先にいたのは振付師のマキコ先生。マキコ先生はすごくお怒りのようだった。でこんなんじゃ見てらんない、そう言われた。でもダニエル役をやったサトシはこの脚本じゃ無理、ノーノーノーと言いながら家へ帰った。数日後、数時間後心を整理しまた劇場に戻るとマキコ先生がすごい面を下げて待っていた。どんなつらいのな。マキコ先生は実は今度ブロードウェイでこの舞台を再演しようと思うの。そのサプライズにダニエルは膝から崩れ落ちた。そしてその夕方早朝に公演者がなっちゃう。事件は起こった。ダニエル役が足を捻挫してしまった。動けない自分に悔し涙。みんなダニエルに優しい言葉をかけた。するとダニエル、俺はもう無理だ、こんな足じゃブロードウェイなんか行けねえ、俺はもう降りる、そう言って稽古場を出て行ってしまった。悲しい。それを見ていたマキコ先生がこう言った。いい医者知ってるわよ。サトシは答えた。もうこれじゃあ23時の公演に間に合わないです。早朝深夜にな。これ住所。サトシは疑心暗鬼になりながらもそのお医者さんへ向かった。そこにいたのはサトシのおへそぐらいの身長で青色の耳がない猫型ロボットだった。名はドラえもんというそうだった。そう僕なら何でも願いを叶えることができるこの4次元ポケットがあるんだ。初代のサトシ君、何か叶えてほしいことあるの？と言ってきた。サトシはこう答えた。来た。バックにサプライズで終わらしちゃって。捻挫を治サトシがこう言った。つられてるのでも今ので答えて。願い事は一つだけです。捻挫を治してください。するとドラえもんはてててててて捻挫すぐ治るきっと。そのまんま。だって限定的やでそのまんま。するとサトシは治った。今日疲れはたんや。白句の日、白鳥の白鳥だから4月9日、すごく特別な日。サトシは本当は白鳥だった。サプライズでだからもうここにはいられなくなってしまう。これはすごかったね。みんな多分見てくれてる人も泣いてんじゃない。泣いてるかな。泣いてんのかな。泣ける話やったな。これはね、なかなか道枝さんがこれかき乱すな。クラッシャーやったな。自分で笑ってパパエル言うまでにもずっと笑けてくんねほんまに。いやーまあでも今のまあキャラそんな多くもなかったとか、なんかいい感じのね、いい感じキャラもしっかりキャラ付けされてたから、それではこれを踏まえてじゃあラストチャレンジ参りましょうか。みんなコミカルに行こう。自分どうする決めるかもうこっちで決める。そうやね。そうしよう。決めるわ今回ね、その問題と思う。
これ道枝さんどこにします？俺安的に最後がいい。最後か最初やねどっちかやね最初はやっぱり最初はじゃあミッチどこ行きたい5番目か7番目5か7。じゃあもう7行ってもらおうかそうやね7言ってもらおう7行ってもらってでもケントの位置良かったもんねよかった。作り方うまかった綺麗かった。先ほどは3箇所ハッピーサプライズを入れ込みましたがはい。次は最後は7箇所全員つまり全員ハッピーサプライズを入れ込んでいただきたいと思いますさあそれでは参りましょうあたかもハッピーサプライズ小説スター僕は26歳会社員藤原丈一郎。俺かそして僕は昨日最悪な日だった。そう彼女に振られたのだった。昨日泣きじゃくり顔がパンパンに腫れている。こんな最悪な次の日もいいことなんてあるわけない。そう思い枕元を見た瞬間10円が落ちていた。小さいサプライズだ。僕は着替えて外に出た。トいいよいいよいいよちっちゃめサプライズですね外に出ようと思ったがむくみがひどいせいかなかなかドアから出られないどんだけ送ったんだよドアがちっちゃいんからどんだけもくってんだよ。どんな時間が悪いやろそこでテレビをつけると目覚ましテレビがやっていた。朝に占いでも見よう。占いだけは見させてくれや。藤原丈一郎は水亀座だすいませんごめんなさい。12位は水亀座です。ありえないほど涙が出てきた。あかんやん。取られへんやん。しかし大丈夫。あなたのラッキーアイテムは10円ですよ。と少し笑顔になったのだった。しかしその笑顔のまんま鏡の前に立ってみると起きた時より10倍顔が腫れていた。家から家でも動けへん。とうとうリビングから出れなくなってしまった。あらやばいよ顔のでかさどうしよう悩んでいるとお母さんから電話がかかってきた。するとお母さん何やらテレビ画面を内カメラから外カメラにしてきた。そこに映っていたのは僕のお家だった。遠い実家なのにサプライズで僕のお家に来てくれた。しかもお母さんだけではなかった。お父さん、お姉ちゃん、愛犬、マンションの人たちみんな来てくれた。僕は嬉しくなり涙が出てきた。するとお母さんは何かを投げた。窓にはカチン。ふと見るとそれは10円玉だった。その10円玉を見てふと思い出した。ラッキーアイテム10円玉だったな。母さんはそういうところも気遣ってくれてんのかな。そう思うと涙が止まらずむくむくと顔がむくんでいった。そうすると藤原丈一郎の体に異変が現れた。あれ俺少し浮いてねみるみる顔がむくんでいったことにより浮力がつき少し宙を浮くことができていた。お母さんに言った。分かったわ、今もう宙浮いちゃってるから屋根破壊しましょうお母さんとマンションの人々が屋根を壊し始めた。屋根がなくなり藤原丈一郎は宙へと舞っていった。
するとそこで大きな風が吹いた。ビューン。なんとその風により小顔効果を得て顔がみるみると小さくなっていき低くなっていった。高さが登頂、まさかの登頂。高さが着いたところが元カノ和子の家の前だった。そしてその元カノのドアを叩いた。トントントン。はいと声がした。久しぶり。ジョーは緊張していた。和子は昨日会ったじゃんと言ってクスクスと笑った。結構いい感じだね。会えないとジョーは言った。それを言った拍子にジョーは緊張してつまずいてこけた。そしたらポケットに入っていた10円がコロッと落ちた。それを拾った和子はこの10円と和子のポケットの中から10円が出てきた。そう、この10円は子供の頃ジョーが和子に渡した10円だった。和子はそうこの25年間ずっと持っていた。それをジョーは見て泣き始めた。そしてサプライズ出たもんね。和子の取った行動は泣いちゃったジョー。静かめにハグをした。この25年間ずっとジョーのことを思ってたのよ。和子がそう言うとジョー一郎はバカ。四角い箱に入っていたのは10円だった。そして10年後和子とジョーに子供ができた。1歳の子供。あれついてるしてる。9年後にミッチー。名前ミッチ。男の子だ。でもある日ミッチーがいなくなった。どこに行った？和子とジョーが探し回った先にミッチーがいた。その場所とは白鳥の湖だった。ジョーは急いでミッチーに駆け寄り、すぐさまミッチーに手を取り家に帰っていった。そんな今日は結婚記念日。朝の占いニュースを見ていると、その日のラッキーアイテムは10円玉だった。食事にでも行こうかと2人を連れてジョーは町へと繰り出した。すると空から5円玉が2つ降りてきた。俺たちが一度別れたのも25歳の時だったが、何かご縁があるのかもしれない。5円玉だけにね。これもすごかったですね。これもすごかったよ。よかったっすよ、大悟君のこれがむくみを減らす術が。よかった俺あれあのまま行ったらそう俺のまま来るかなと思って俺騙されてたからで、そこで変なドアがあったっつって出てきたのはドラえもんだったんで、まだドラえもん出てくる。今後は久しぶり。怖いな。怖い。会議会場怖い。僕一瞬ちょっとね階段話入ってたよ。いやなんか綺麗に伏線を回収できましたね。いやー今回この企画やってみていかがでしたか？楽しかった。なんか俺らにもなんかおもろかった。脚本能力あるなと思って。ないやろ。ない全然ないやろ。ないわ。来年少年たちやる？いや脚本で。あかんということで以上なにわ男子でした。チャンネル登録よろしく。グッドボタンもよろしく。脚本の仕事もよろしく。ハッピーサプライズもよろしく。10円玉もよろしく